こんにちは、ナスです。今日は、切り絵作家の綾乃ちゃんと一緒にちょっとおしゃべりしようかなと思って動画を撮っています。よろしくお願いします。綾乃ちゃんは、佐川綾乃さんって名前で、うちのアトリエのすぐ近く斜め前で切り絵教室をやってます。で、今回は、私の教室に綾乃ちゃんが来てくれて、で、私が綾乃ちゃんの教室に遊びに行って、それぞれ動画を撮ってなんかすごい楽しかったみたいな、なんかそういう制作みたいなちょっと風景を出そうかなと思ってるんですけど、そうなんで綾乃ちゃんがこんな近所に住んでいるのか近所すぎますよねっていうのを、なんか私はライブでちょこちょこ綾乃ちゃんの話をするので、私のライブとか見てる人はちょっと知ってるかなって思うんですけど、そう勝手に喋ってて、なんかよくアンナさんのお店来るとなんか佐川綾乃です、すみませんちょっと DM 貸してくださいって、存じておりますみたいななんかお客さんですね、店員さんとか見てる人とか、了解みたいな感じでおっと思ってたんですよ。そう結構言ってて、綾乃ちゃんって言ってて、そうでそもそも綾乃ちゃんちょっと年が2つ3つぐらい下なんで、なんかちょっとタメ口になると思うんですけど普段の感じが多分ちょっと出てくるかなって思うんで、先にちょっと説明しておくと、そういう感じで、私が大阪に住んでた時に、私はもう10年前ぐらいに東京に出てきて、でその大阪に住んでた時にいろいろその刺繍の作品をまだ販売とかしてたりして活動してた時に、どこだっけ、なんか大阪のもう場所忘れたんですけど、南の方なんか神戸の方じゃなかったっけ。そっか。なんか阪急で帰ってきた時にすっごい喋って、もうなんか盛り上がりすぎて、もうなんかどっかでお茶するぐらいの勢いで、結局帰ったけど疲れ切ってて遅かったから。なんか10年以上前っていうのはまだそんななんかミーネとかも流行ってなくて、でなんか私は東京で手作り市とかにちょっと出店して販売したりとかしてて、で大阪ではまだ手作り市とかがなかったから、なんか百貨店とかでいろいろポップアップみたいなので、作家さんとかじゃないとなかなか出れないみたいな。でたまたま関わりのあった雑貨屋さんがなんか大阪のお店百貨店でポップアップするからっていうので、なんか作品を販売しに行ったんです。そうですね、来てくださいって言われましたね。お店に立ってみたいな感じで。そうですね。自分で立つ。大変ですよね。大変ね。普段喋ったりする仕事じゃないから、ずっとなんかこもって作ってるから、なかなか接客がね難しくて。でずっと喋っちゃいましたね。そうで、なんかお客さんも来ないと、なんか作家さん同士とかで交流が深まって。で帰る方向が一緒だったから結構1時間ぐらいとか電車でずっと喋ってて、で意気投合して、そっからの友達で、大阪に住んでる時はその後綾乃ちゃんが京都に1回引っ越しして、で京都でアトリエをやっててみたいな感じで、そのうち私が東京に引っ越して、で綾乃ちゃんにうちの私ここのアトリエの前は斜め前の物件で教室やってたんですけど、なんか2階が空いたよ本当にこれ私この間候補杉並出た表紙撮らせてもらって、そこの中にインタビューがあったんですよ。多分どうして杉並にみたいな話でも喋ってます。そうですね。なんかお友達の刺繍作家さんから京都に行った時に急に電話が来て明日押さえって言われましたよ。私そんなこと言ってた。そう下が空いたから明日押さえ明日みたいなで次の日押さえたっていう。そっか。そう
もう不動産屋に連絡しろっていう電話をしたんだけどそうなんですよ。忘れてたんですか？もう全然忘れてた。なんか会いたいよって言ったらなんか行きますとか言われて、本当に来るんだと思ってっていう記憶だったけど明日抑えって言われましたもう強制的にそれまでにアンナさんのアトリエで空いてる日に私がワークショップとかねやらせてもらってて、結構ずっと通ってたんですよね、東京にね。なのでよくこの辺も知ってるし、でずっとねこの物件にお世話になってたので確かにもうよく知っているところだからじゃあ引っ越します一式抱えてね、そうですアトリエとねお家と全部そのまま引っ越してきて、若かったからねまあでもなんか多分アンナさんとその時にも喋ってると思うんですけど、やっぱり東京関西にいるとね、やっぱ私も本出したいとか、一冊出したんですけどまだまだ出したいとか、ね、そういう話になると、やっぱり関西だとまだまだなかなか難しいというか、東京の方がそういうのが、っていうね、時期が今はね SNS とかたくさんありますけど、なかなか東京にいた方が活動しやすいよっていう話をよく作家同士でもしてたので、なんか東京どうしようみたいな感じだったので、やっぱそのきっかけがもらったというか、そうあると前から行きたいなと思ってたそうですね。でもね、その背中を押すきっかけってなかなかないし、またね人生も変えてしまうので、そうねそんなに考えずになんか会いたいよって言って連絡してしまうそうだったそっかなんですね、大きなきっかけになりましたね。ね、そっから一気に本2冊ぐらい本3冊3冊も出してたかでいろいろね、なんかだだだっといろんなことが進んでね、よかったよかったのですなんかすごい近所なので、ね、そうなんかあるとすぐなんかコンビニ行くのとかちょっと外に出るとなんかうろうろしてるからお互いにコンビニみたいなちょっと買い物に行ってきますみたいな声優行ってきますとかそういう感じでなんか立ち話したりまして、そういうのでもねいいですよね、すごい。そうなんかやっぱ一人でポツンと住んでるよりかは、なんかそう知ってる人がなんか常になんかいるなみたいなっていうのは結構安心感があるかもね。特に引っ越してきた時はね一人暮らしだったからちょっとね不安もあったと思うし、お茶とかご飯とかすぐ行ってましたよね。しょっちゅうねカフェ行ったりなんか飲みに行ってたりしたね。なんかいろんな美味しいパン屋さんとか教えてもらったりとかね、そうイニシオ情報交換とかね買いに行ってもらったりして買ってきますよみたいなちょっと円塚堂さんちょっと遠いからなんか買ってきますみたいな。そう私お腹大きい時にちょっと遠すぎて行かれへんって言ってなんか買ってきてもらってたの。行きますけどいりますみたいな。食パン買ってきてみたいなね、すごいそういう感じで綾乃ちゃんはすごいもう何年も5、6年7年ぐらいもうここに住んでですね、そう今もこんな感じで仲良くさせてもらってなんかよく仲良くやってますよね。喧嘩とかはしないね。そうですね。でもなんか近いけどなんかいい距離感っていうか普段は会わない。そうですね。道で会うぐらい。そうそれがいいですよね。それがいい。なんか一緒に行動するわけではないから、なんか会わなかったら全然会わなくて、1ヶ月ぐらい会わなくて、あれって言ってなんか静岡帰ってきて、お土産ですみたいな。いつの間にみたいな、なんか割とそんな感じで。でまあそういうことがいろいろあって、仲良しの作家さんが近所に住んでますってことなんですけどそれで、改めて何回か綾乃ちゃんの教室には行ったことがあったんですけど、なんか今回ちょっと YouTube でコラボしようって言ってどうするって言ってで
お互いの教室に行くっていうのでちょっと行ってみてすごい楽しかった。本当ですか？ありがとうございます。私もなんかめっちゃ楽しかったです。あ、そう、刺繍教室。刺繍ね。そうなんかそうなんか私他の教室とかこう趣味を深めようかなって思ってしまって楽しすぎてでもいいですね。なんか2種類いろいろやってそうだし、なんか探せばありそうな感じ。なかなかね自分でやってるとそういうのに参加するっていうことを忘れちゃったりしてますもんね。そう自分が開催する側でなんかそうあんまりその参加する人の目線ってしばらく忘れてたなと思ってだからそういう面でもすごい勉強になったっていうかすごい楽しかった。何が楽しかったって、聞きたい。それ何が楽しかった？もうなんか無心に全部用意されてるからなんかとりあえず行けばなんか作れるし、でなんかこう褒めてくれるし普段からなんかまあ作家やってるからなんか割と褒められる機会は多いけどでもやっぱなんかこう自分が作った瞬間にわすごい早いとか言われて早いんだと思ってちょっといい気分になれたであとやっぱ作品のその本とかも毎回もらってるけどその新しい本出たためにもらってたけどなんか改めて自分がじゃあ何を切ろうかなみたいな、なんか切りやすいものとかを切りやすいものとかをその探そうかなって思った時になんか自分が絵を描いてるからその作家目線で見るっていうか、そのなんか本ペラペラめくってた時はへーって思ってたけど、なんかそれとはまた違う自分がいざ切りやすいのってなんだろうって思いながら探した時にめっちゃなんか図案すごいなとか思ってなんか私が考える私今回猫となんだっけなんかその刺繍針となんか糸みたいなのデザインの切り絵をやったんですけどなんか私は絶対それは出てこないその発想が。なんか猫がちょっと怒ってて尻尾がブワってなってる猫がとそのなんか糸とかがこう絡まってるみたいななんかそういう発想がそもそも多分しないからなんかそういうなるほどみたいなこういう発想もあるかっていうのとあと切り絵だから全部つながってないとダメだからそのなんか並べ方の基準がそもそも違くてそうですね、私のだと結構こうワンポイントがいっぱい散りばめてるもしくはまあちょっと絵が重なってるぐらいだけどあんまり重ねない、でも切り絵はその重なってたりとかそのつながってないとその1枚でペラって持った時に絵が全部つながってないとダメだからなんかそこのそもそものデザインの仕方が違うからなるほどみたいなすごい改めて見るとその絵の構成とかがすごいなって思って。ありがとうございます。やっぱ作品大きいのが結構多かってその教室に行った時にいっぱい飾ってあってなんかすごい切り絵だから、まあ、レースみたいにわーって着るんだけどそのなんかあんなになんだろうモチーフがもう詰め込んであってレースみたいになっててやっぱそういう作り方をしないからそうですね、なんかすごい参考になったっていうかこれを刺繍でやるとどうなるんだろうみたいなその私も結構図案だいぶ詰め込むタイプにはなってきたけどなんかもっとその奥行きあって詰め込んでやるとこうみたいなどうなるんだろうなみたいななんかすごいその違う視点でそのデザインを考えるみたいなきっかけにはすごいそうですね。いざ自分がやるってなるとね、それで視点が切り替わりますもんね、見え方が全然違うっていうかそうだから本もらって見た時にの見方はと違うかったからすごいこう、すごい良かったいろいろで切ってるのもすごいやっぱ難しいなと思って何本も羽織るし私結構この指の力が強いから結構こう折っちゃうみたいな、まあ全然ね折れるものなの。そう最初ねコントロールってね、習得するの最初大変なので、折れるものなんですけど、
これ全然、アンナさんがめっちゃ合ってるとか思って全然思わない。あ、そんなもん、そっか、やっぱすごい楽しかったから、まあ皆さんもよければうちの斜め前でやってるんで特にね教室来たことある方、うちの教室来たことある方はもう場所わかると思うのでよかったら参加してみてください。ありがとうございます。すごい、楽しかったです。私も刺繍のアンナさんが切った刺繍の図案、まあ図案考えるときこういろいろどんなものがあるか調べるじゃないですか。だから刺繍の道具をいろいろ多分調べたんですよね。そしたらなんていうの、刺繍を巻くやつ、今回だったらそう猫に巻いてたじゃないですか。ああいうのが本当面白いのがいっぱい出てきて、面白グッズの方調べなんかそのファンシーグッズみたいな、なんかあるじゃない、その猫に、猫とかなんか羊に毛糸巻くみたいな、そうでも多分レトロっぽいの昔のやつとかを多分調べてて、こんなのにも巻いてるみたいな、こんな動物に巻きたいんだみたいな確かに巻くからには何か可愛いものに巻いてやるぞみたいな意気込みをそうたまたま見た画像でそうなのでちょっと自分の中で流行ってた怒り猫に巻いたんですけどそう猫もね、怒り猫かと思って、なんかいつもそのなんていうの、普段の家にいるうちの猫しか見てないから、まあ怒りの状態もあるけど、そっかそういう時もあったみたいななんかいろいろ発見があって、楽しかったですじゃあこの後は、後半は綾乃ちゃんの方の YouTube でやりますので、そちらもそうですね、アンナさんが私がアンナさんの教室に来てくれたので、その時の感想とかちょっと聞いてみようかなと、あと他もいろいろちょっとね、綾乃ちゃんの話もいろいろ聞きたいのではい、では今日はこの辺で、この後綾乃ちゃんの方によろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではさようなら。